こんにちは、What's up? 忍ジャパニーズポッドキャストへようこそ。忍者先生です。皆さん、今日も日本語の勉強お疲れ様です。頑張っていますね。このポッドキャストでは優しい日本語で便利なフレーズや日本の文化を紹介しています。今日は私のアメリカ旅行パート2について話します。前のポッドキャストでは私がワイナリーに行ったり、パンプキンフェスティバルに行ったり、あとアメリカのいろんな家に行った話をしました。今回はすごいですよ今回はアメリカで車を運転した話、それからブライダルケーブという洞窟に行った話、そしてミズーリ大学に行った話、そして4つ目、これは私が一番アメリカで楽しかったアクティビティなんですけど、これです。シューティングをした話をしたいと思います。はい、それでは始めましょう。よし、そういえば今日昼ご飯の後、前髪を自分で切ったんですけど、皆さん分かりますか？分かんないよね。大丈夫かな？大丈夫そうですね。よし OK じゃあ始めます。すいません。まず一つ目、アメリカで車を運転しました。日本の運転免許証を持ってます。で、もし日本人がアメリカで車を運転したかったら、日本の運転免許証と、あとはパスポート、日本のパスポートと、これ国際運転免許証が必要です。英語で International Driving Permit ですね。はい。で、私はアメリカに行く前にこれをゲットしました。これをね、もらうのはとっても簡単でした。日本の免許センターに行ってお金を払えばこれもらえます。はい。で、実は私は日本の運転免許証を持ってますけど、日本で全然車を運転しません。だからね、運転が上手じゃないです。はい、というか怖いです。東京の近くに住んでいます。だからいつも電車を使いますね。時々友達とか家族とドライブに行きますけど、私はあんまり全然運転しませんはい、そうで、こういう人を日本ではペーパードライバーと言います。車のテストは合格しました。でもテストの後全然練習しません。運転しません。だから上手じゃなかったり怖かったりする人をペーパードライバーと言います。で、今回そのオンラインレッスンの生徒さんが、先生、アメリカでぜひ車の運転をしてくださいと言ってくれました。だからアメリカに行く前にこの国際免許証を取って、行きました。で、生徒さんの車は、普通の車、じゃなくてマスタングというスポーツカーですね。とってもかっこよくて高くて速い車です。それをね、運転させてもらいました。日本は右ハンドルです。でもアメリカは左ハンドルですね。あとは日本は左車線です。でもアメリカは右車線です。そう。だからね、ルールとかも全然違ったので、やっぱり怖かったです。
けど生徒さんが優しく教えてくれたので、ちょっとね上手に運転できました。はい、これからも日本でねレンタカーしたり車を買ったりしてもっと運転上手になりたいと思います。頑張ります。皆さんは運転好きですか？ねえ、まだちょっと怖いのでどうしようかな。まあ練習ですね。日本語と同じです。練習練習練習、たくさん練習します。はい。じゃあ次は、ブライダルケーブですね。ケーブは日本語で洞窟と言います。この洞窟ではいろんな人が結婚式の写真を撮っています。で、あとね、昔アメリカンインディアンというのかな、昔アメリカに住んでいた人がここで結婚式をしました。だからこの洞窟はブライダルケーブと呼ばれています。はい、ここに行った時ガイドさんがいました。ガイドさんがね洞窟の中をガイドしてくれたんですけど、そのツアーガイドさんがとっても面白くて元気で楽しいガイドでした。でもガイドさんの英語がめっちゃ速くて、あとたくさんスラングを使っていたので多分ね40% くらいしか分かりませんでしたね、私も英語をちょっと話せますけどやっぱりネイティブの英語はまだ難しいですね。もっと練習しなきゃ今日はちょっと反省が多いですね。運転も練習しなきゃ、英語も練習しなきゃ。はい、私もこれから頑張りますで、そうブライダルケーブは洞窟でしたけどたくさんライトとかもあって道も綺麗で、あと虫も全然いませんでした。虫とかコウモリも全然いませんでした。すごい綺麗にしてありましたね。そう皆さんももしミズーリに行くときはブライダルケーブ行ってみてください。はい、じゃあ次3つ目、ミズーリ大学に行きました。私の生徒さんは学生の時ミズーリ大学で勉強しました。それから大人になった後この大学でちょっと教えていました。ボランティアと言ってましたけど、学生にいろいろ教えていました。でそうだね、パンフレットがあります。私の生徒さんはこのグローバルリーダーシッププログラムの先生をしていました。でこっちもミズーリ大学のパンフレットで、これは大人用のパンフレットです。こっちが学生かな。もしね皆さんミズーリ大学で勉強したい人がいたらちょっと連絡してみてください。はいそんな感じで生徒さんが勉強した場所、働いた場所に連れて行ってくれました。アメリカ人の学生は日本の大学生と全然違いました。まずは服ですね。みんなトレーナーにスパッツとかトレーナーに半ズボンみたいな結構カジュアルな服の人が多かったです。でも日本の大学生は結構おしゃれとかドレスを着てたりスカートを着てたりちょっとねおしゃれな人が多いかなと思います。あとはアメリカの学生はね本当に一生懸命勉強してました。勉強したりレポート書いたりしてましたけど、日本の大学生は結構遊んでいます。大学によりますけど、私の大学もそんなにレベルが低い大学じゃないけど大体の学生は遊んでいたと思いますはい、なのでね結構大学も違うなと思いました。はい、でそうだ、はい、皆さんにこれを見せたかったです。ミズーリ大学で
このタイガーだよね、虎買いました。実は生徒さんの娘さんが買ってくれました。かわいいですね。はい、それから私も自分でこれを買いました。めっちゃかわいい T シャツです。ミズーリの大学のイラストとかミズーとかあります。そうで、タイガーはねあれだよね、フットボールのチームかな。これが大学のチームです。だから大学でこれ売ってます。はい水入大学も本当に面白かったです。あと本当に広かったです。はい、そんな感じですじゃあ最後にシューティングです。聞いてください。私は多分シューティングが上手です忍者先生だからちょっと嬉しいですね。生徒さんと一緒にシューティングレンジに行きました。でちょっと写真見せたいね。写真とかビデオ載せますね。最初あんまりターゲットの真ん中に当たりませんでしたけど、2回目は結構ね真ん中に当たりました。そして3回目もっと小さいターゲットを狙って打ったら4回中3回丸い真ん中のターゲットに当たりました。やばくないですか？上手ですよね。それもある。ちょっと待って、あると思います。よいしょよいしょ。これは本当に嬉しかったので持って帰ってきました。これです。これやばくない？ 1,2,3 4回打って3つが真ん中に当たりましたね。シューティングも日本で練習したいですけど、ちょっと練習できる場所がありませんね。どうしようかな。またアメリカに行ったらシューティングしたいです。はい、これが一番楽しいアクティビティでした。じゃあ今日も、今日のポッドキャストはこれで終わりたいと思います。皆さんは、シューティングしたことありますか？それからアメリカで運転したことありますか？ね、私も初めての経験ができて本当に楽しい旅行でした。生徒さん、ジョンさん、ありがとうございました。はい、では、次のポッドキャストはまたフレーズのポッドキャストです。そして次のポッドキャストはアメリカの食べ物について話します。私がアメリカで何を食べたか。取れてる？危ねえ。はい、すいません。私がアメリカで何を食べたかについて話します。はい、では今日も最後までポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。また次のエピソードで一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。それではせーの、ニンニン、またね。